こんにちは、さゆりです。今回はミクリアルジャパニーズのミクさんとの会話エピソードです。手放して良かったものについて話しています。今、私とミクは友達なんですけど、この頃、おそらく1年ぐらい前に撮った、会話動画になります。だから、ですとますを使って話しています。はい、実はどうやって友達になったかっていうエピソードもあるんですよ。それが気になる人はポッドキャストで聞くことができます。もしくは、私のウェブサイトさゆりセイング .com のシルバーペンギンさん以上になってもらえると毎週、新しいビデオポッドキャストが見ることができます。そして今までのビデオポッドキャストも見ることができます。動画で勉強したい人にはぴったりだと思います。あとトランスクリプトもあるし、それを簡単にコピーできて自分のドキュメントやノートに貼り付けて勉強することができるので、ウェブサイトをチェックしてみてください。では会話動画が始まります。いってらっしゃい。こんにちは、今回はまたミクさんに来ていただきました。ミクさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トピックは何はい。ですか？トピックは、そう、今日のトピックは、捨ててよかったものです。で、この捨ててよかったものっていうのは、目に見えるものでもいいし、目に見えない、なんですかね、習慣とか、考え方でもうん。大丈夫です。はい。それはい。をね、はい、話し合っていこうかなと思います。はい。お願いします。めっちゃお願いたくさんありします。ます。ね、なんかちょっとね、ありますよね。うん。どうですか？最初にミクさんの方からいきます？うん。ね、うんうん。物質的なものうん。はそうん。んなにないけど、考え方はたくうん。さん、うん、捨てたもの、やめうん。た考え方っていうのは結構あるんですね。でも、最初にものから言うはい。と、これうん。リアルな話していいですか？もうリアルな話でお願いします。リアルな話は、うんうん。元彼からもらったもの、全部捨すっごいてた。リアル。全部へ捨てた。え。え、うん。例えば、その思い出のなんかものとか、それともなんか今でも使えるけど、捨てちゃったとか。そうそうっていそう。うもの。うん。アクセサリーとか、うんうん。うん。手紙も、そうですね。捨てましたね。あうん。っー、ていうのは、あうんうんの、結構私引っ越しするんですけど、引っ越うん。しするたびにいらないものを捨てるんですけど、結構うん。その人とのつながりとか、昔うん。の元彼からもらったものとか最初捨てられなかったんですよ。なんか思い出もあるし、別にまだ使えるからいいかなって思ってたんですけど、だうん。んだんなんか違うなって思ってきて、うん。やっぱり物もなんかちょっとスピリチュアル的なことを言うんですけど、物もエネルギーがあるのかなって思って、うん。そう。だからもうまだ使えるけど、もうん。う、前に進んだから捨てうん。ようっうん。て、ある時思って、うん。うん。全部捨てましたね。うん。ええ。え、うん、じゃあ、うんうんうん。じゃあ、例えば、私の例なんですけど、私まだ元彼からもらったものを持ってて、うん。それは、ニンテンドースイッチのマリオカートのゲームなんですけど、なんかそういうのも捨てるんですか？あ、でもね、ニンテンドースイッチうん。は捨てないかも。ああ、うんうんうん。なるほど。マリオカートはやりたうん。いし、捨てないかもしれないうんうん。ああ、けど、うん。身につけるもの、アクセサリーとか、うんかなうん。一番は。ブレスレットとかうんネックレスとかピアスとかは、なんかその時のバージョンの自分、その時の自分は、うん。これはいいと思ってたけど、うんなんか関係がなくなったら、つけると、なんか違うってうん。うーん。思っちゃって、捨てましたね。うん。ゲームとかだったら、持ってるかも。ああ、なるほど。特にマリオカートだったら持ってると思う。うんうんうん。あんまりそこはね、気にしなくてもいいかなと、個人的には思うんですけど、そっか。なるほうど。ん。
でも、身につそけるものだと、わかる気がします。う。さゆりさんも捨てますか？身につけるんものを。身につけるもんあんまりもらったことないですね、正直。あ、そっかそっか。うん、プレゼントあんまりもらわないですね。うーん。うーん。そっかそっか。私もそんなにたくさんもらったわけじゃないけど、2個3個ぐらいはもう捨てちゃった。うんうんうん。ああ、なるほど。うん。残ってるのはマリオカートぐらいですね。なんかあんまり覚えてないかもしれない。うんうんうん。うん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 。そうですね。それはあるかな。捨てられなかった時は、まだちょっと、こう、ああ、でもいい思い出だったなっていう気持ちが大きくて捨てられなかったのかもしれない。うん、なるほど。そう。別に嫌いになったわけじゃないし、っていう考え方だったけど、うん。もう必要ないなって思った。うん。それぐらいかな。まあ、あとは、私結構何でも、いるかいらないかわからないものは、タンスの中に全部入れて、しまっておくっていう癖があったんですよ。うん。はい。それをしてると、引っ越しするたびに大変すぎる。うん。その仕分けがね、また。そう。うそうそう。ん。だから、そうですね。うん。私ね、人生で20回ぐらい引っ越ししたことがあるんですよ。おー、多いです多分、ね。さゆりさんも多いと思うけど、うん、数えたことないですけど、多分同じぐらいはしてるかな。20回以上してて、うん最初のうん方は物が多すぎて、捨てられうん。ないっていうタイプだったんですけど、どんどん捨てたうん方がいいなって思い始めて、楽だし、その方が。うんううんん。そう。だから、その、タンスの中のいらないものうんは、こんまりのテク、うん。あの、テクニックを使って捨てました。へえ、ときめくか、ときめかないかでしたっけ？そう、そう。ジョイ、なんだっけな、英語だと、なんかススパークルパーク、ジョイとか。そう。うん。ね心がときめかないものは捨てうんようって思ってうん捨てたかな。2年ぐらい前に捨てたかな、うん。だいぶ。なるほど。うん。さゆりさんはどうですか？物理的なものですよね。うん。まず物理的なものだと、全然違う答えなんですけど、ケトルケトル夜間捨てました。なんか可愛い答え。ケトル。ケトル捨てました。あうん。の、理由は今、大阪に引っ越してきて、結構キッチンが狭いんですよ。うん。で、なんかガスコンロも正直使いたくないんで、捨てたというかちょっと他の場所に置いてるんですけど、お湯を沸かすことがもういらないなと思って。うん。で、どうやって温かいお湯を作っているかというと、私はコーヒーが好きなんですけど、コーヒーのエスプレッソマシーンに熱湯が出る機能がついてるんですよ。ああ、うんうんうんなので、そこで、熱湯を作ることができるので、温かいお湯ですね。ので、はい。それで作ってます。で、ケトルはもうないです。うん。うん、おしゃれですね。エスプレッソマシーン。欲しいな、私も。めかちゃくちゃおすすめですよ。買ったことうん、ないけど、熱湯も出てくるんですね。出てきます。めっちゃいい。全自動の、そううん。そう、エスプレッソマシーンで、デロンギのマグニフィカ S です。もうありがとうございます。めちゃくちゃおすすええ。めです。いいモデルなので。あ、そううんなんだ。うんまあ、それはもういらないですね、ケトル。うん、ケトルいらないと思って。はい。うんうんうん。そうそう。最近捨てたもで、の、それ。そうですね。引っ越してから捨てて、あと、完全に捨ててはないんですけど、もう一つフライパンですね。うーん。
ん。えっと、あまり使わなくなったっていう言い方がいいかもしれない。これは、あの、先ほども言ったように、キッチンが狭いので、フライパンを置くと場所を取るんですよ。ガスうん。コンロとか。なので、私ガスコンロはキャンプとかで使うガスコンロ使ってて。うんうん。ええ。で、うん。本当になんか、肉とかを、なんかちょっといい感じに焼きたい時だけに使うんですよ、フライパンは。うんうんうん。うんうんうん。で、まあ、それ以外は、煮物とか、ちっちゃい、なんですかね、スロークッカーみたいな、家電があるんですけど、電気で調理できる、家電があって、それで料理するので、あんまり油も使わなくなったし、いいことですね。うんうんうん。体にも良さうん。そうんうんうん。そうそうそう。う。う火のん。心配をしなくていいから。はい。ケトルとフライパンを、まあ、やめました。じゃあ結構キッチン周りはコンパクトになったっていう感じですね。そう、コンパクトにしなきゃいけなかったから、うーん。そう、はい。そうかですね。そうか。で、じゃあ、その目に見えないものとか、まあ、うん。習慣とか、まあ、そういうので捨てたものってありますか？考えあ、方とか。たくさんありうんますね。うん。うんうんうん。なんかそれ、リクさんの得意分野そう。いつもなうんか、ーん。心について、ポッドキャストを作ってるから。そう、まあ、心についてってうんいうか、そうんの、私が今考えてることとか、うん今学んでいることを一回うんシェアしたら、レビうんューで皆さんがもっとシェアしてくださいって言ってくれうんて、うんうんそう、シェアするようになったんですけど、うん結構こういう話をすることで、自分うんでもこう、また思い出せるし、う自分にとってもん結構、こういうアウトプットはいいので、うんうんこういう機会もありがうんたいですね。うん。そう、だからさゆりさんがこの動画を撮る前に、捨ててよかったもの、考え方ありますかって聞いてくれて、結構考えるきっかけになったので、すごい良かったんですけど、うんうん一つは、考え方というか、もう価値観、考え方が合わない人との人間関係。うんうん、これはね、捨ててよかったって言ったらちょっと言い方が悪いので、手放してよかった。おー、手放してよかった。うんううんうんん。っていうんうんうのは、やっぱり、うーん、年を取ると、年を取るとっていうか、年を重ねるまだまだ若いけと、ど。あ、そうですね。うんうん、自分の価値観って結構変わりませんか？うん。うん、変わりますね。もう10年前の自分と今の自分は全然違いますよね。全然違うんうから、やっぱり学生時代の友達とか、あうんとまあ小学校、中学校一緒うんにうん行ってた仲が良かった友達とかと久しぶりに会って、すっごく価値観が合う友達もいれば、やっぱりちょっと話す内容が合わなくなる友達もいると思うんですよ。で、最初は私は、でもすごく仲が良かった友達だから、ずっと仲良くしたいって思ってたんですけど、あの、やっぱりその人に会った後に、なんていうかな。すごく楽しい人とはずっと関係を続けるんですけど、ちょっと自分の心がしんどくなることもあって、ああ、なうんうん。るほど。そういう時に、あ、私はもうこういう考え方は合わないんだなって気づいて、こっちからもう会えないって言ったわけじゃないけど、自然に手放すというか自然になくなった関係はある、あるなと思いました。確かに、ありますうん。ね。私ありもますかやっぱり。なんか手放すとは全然意識はしてないですけど、もう当たり前のように、連絡が来なくなりますね。うん。そう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 。やっぱり、人生のステージが違うっていうのが多分大きいと思いますね。で、価値観も違いますし。うん。
でも、またね、その何十年とか経ったらまた仲良くなるかもしれないけど、まあ今の自分とはちょっと合わないなって思ったら、向こうも距離を取ってくれるし、こっちももう連絡することはないかなという感じですね。そうそうそう。で、2年、3年ぐらい話してなくて、また戻って、こう仲良くなり始めたら、それはそのご縁があったっていうことだから、無理やりずっと関係を続けないといけないっていう考え方をやめた。なるほど。そうですね。あとは、たくさんあるんですけど、メインのものは、はい。私もともと結構ネガティブなことをずっと考えてしまうタイプだったんですよ。子供の頃は。あ、そうなんですね。うん、ネガティブなことっていうか、なんだろうな。一つ悪いことがあったら、他の99%のいいことを忘れて、ネガティブなことばっかり考えてしまう。そういう癖があったんですね。子供の頃っていうか、多分10代かな。うん。でも、それするともったいないなと思って、20代後半でもうやめようと思ってやめた習慣ですね、それは。なるほど。なんか、その心配事とかを、まあ、なるべくしないようにっていうことですか？そうですね。心配事があっても、それだけに集中しない。心配事があるのは、絶対、人生絶対あると思うんですけど、そう。でも、その一つのことで全部を台無しにしない。そう。結構例えばね、朝嫌なことがあったら、ずっとそれについて考えてたら、一日楽しめる時間もなくなっちゃうじゃないですか。ね。そうですね。他そう。のいいところを見逃してしまうかも。そう。それもったいないんですけど、人間のデフォルトはネガティブだから、やっぱりネガティブなことに集中するように脳はできてると思うんですね。そう。でもそれやっちゃうともったいない。時間もエネルギーももったいないって思ったから、それはやめましたね。今も時々そのパターンになりそうな時があるんですけど、違う違う違う。その1%の嫌なことじゃなくて、じゃあ私にとって嬉しいことは何かなって考えるようになりましたね。いいですね。そう。さゆりさんはそういうことありますか？最近はないかもしれないですね。でも、そう、この間結構体調を崩してて、うん。あの、その時はやっぱり、これはいつまで続くんだろうとか、やっぱり元気がないから、そういうネガティブなことばかりを考えていました。うーん。で、まあ、ちょっとそれを逆手にとって、それを、なんですかね、いいことと捉えて、今までそういうネットフリックスとか見る時間がなかったんですけど、あの、アニメを見たりして、勉強していました。うん。勉強アニメで勉強してい勉強ました。はい。なんか、生徒さんとかがおすすめしてくれるアニメとかずっと見れてなかったので、そういうのを見て、こういうのが流行ってるんだな、こういうのが面白いんだなとか、そういう、はい、プラスに考えて、うずっーん。と見てます。ああ、そっかそっか。まあね、体調が悪い時はね、ネガティブに考えがちだと思うんですけど、うん。体調悪くない時も私はそれしてたので、それをやめたのと、もう一つあるんですけど、もう一つは、これちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、もう一つやめたことは全部をポジティブに捉えようとすること。ああ、何かが嫌なことがあった時に、私は昔は、もうそれを見たくないから、あの、ネガティブな部屋に全部入れて、
閉じ込めうんて見ないようにしてたんですね。うんもうポジティブだけみたいな。あそう。でも、それをすると、うーん、この部屋が爆発する時があるんですよ、時々。危ないですね。そう、危ない危な爆発したら。い。危ない危ない。だからうん、その、例えば、悲しいとか、うんまあ、ネガティブっていう言い方はちょっと合ってないかもしれないけど、うん悲しみとうんか怒りはうん子供の頃に表現しちゃいけないって思ってたんですよ。それをするとみんなに迷惑がかかるとか。うんうん表現しちゃいけないのはやっぱりね、あるんですけど、それを、無視するのはうん良くないなって気づいて、でそれを受け入れるとか、悲しいっていう気持ちを、まあ、悲しいなら泣く。ムカついてるなら日記に書き殴るとか。そういうふうに、こうネガティブなことも受け入れるっていうのを最近はしてて、最近というかまあ20代後半ぐらいに気づいて、ネガティブなことも受け入れるようになりましたね。そう。なるほど。だからバランスですよね。あの、うん全部ポジティブっていうのもうん私は合ってないし、その一つネガティブなことがあって、全部ネガティブになるのも良くないから、この真ん中のバランスが取れた状態が自分にとっては合ってるなって気づけて、うん。その二つですかね。やめたこと。うん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 。でも全部ポジティブじゃなきゃいけないっていうのは確かに、うん、共感しますね。私も悲しいとか、なんか、この気持ちは誰にぶつけたらいいんだろうとか、そういう時はやっぱり書いて発散します。うん。うん。そうそうそう。まあ大事ですよね。爆発させないこと、部屋を。そう。部屋爆発したらもう大変なことになるから。うん。そうね。確かに。そう。だから私は一回20代後半でそれが爆発したからうん。気づいたんですよ。あ、これじゃいけないなって。ちゃんと自分の気持ちを受け入れるっていうこともしないといけないなってうん。気づいて、そこからするようになって、結構楽になりましたね。うん。うん。その二つかな、メインは。うん。うん。さゆりさんはどうですか？ちょっと関連したことから言うと、18の時から、一人暮らしをしているんですけど、うん。テレビがないですね。おー。うん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 。で、これは物理的なことでもあるんですけど、テレビとか、あまりニュースを見ません。うん。これは、うん。目に見えないものですね。で、理由としては、もちろん世界の動きとか、自分に関するニュースとかは、必要なので、自分から情報を探します。今の時代だと、ね、情報を探すのは簡単なので。でも、受け身なんですかね。悪いニュースがこっちにやってくるじゃないですか。やってきますテレビね。とか、ネット、何も無意識につないでたら。それは18うん、歳の頃からそうしてたんですか？そうですね。すごい。うん。もうなんか興味ないって言ったらですけど、なんですかね。うん。なんかしんどくなるし、テレビ見たら私ずっと見ちゃうんですよ。テレビとか、そのニューあスとか、結構入り込んじゃうんですね。それに。なんか流して見ることができなくて。だから、しんどいので、それをずっと見ていると。なので、うん。あまりニュースを見ませんね。そうなんだ。それを18歳の頃に気づいてたってすごいですよね。ううーん。ん。でもね、情報が多すぎてしんどかったので、そうせざるを得なかった。うーん。私18の時何も考えてなかったな。でも、
確かにそのニュースを見たり、テレビを見てると、情報が選べないじゃないですか。まあ、そのチャンネルとかは選べるけど、全部のチャンネルで同じニュースが流れてたりすることもあるじゃないですか。ネガティブなこととか。だから、さゆりさんみたいに自分で知りたいことを知るために情報を探しに行く、情報を得るっていうのが一番いいと思います。私もテレビあるんですけど、繋いでないんですよ、電波。だから、そうなんです。そう、ネットフリックスとかは見るけど、テレビは見ない。そう。そう。そうだ。18歳の頃から、何ですか、テレビは持ってなかったんですけど、ニュースについて本当に気づいたことがあって、それは、ですね、瞑想体験をしたんですよ。12日間の、怪しくはないけど、瞑想の合宿があって、その間、スマホを見れなくて、全然、何も外部との連絡が取れない状態になったんですね。で、それをする前までは、なんか、たくさん大事なメールとか、なんか大変なニュースとかあったらどうしようとか思ってたんですよ。で、12日瞑想合宿が終わりました。で、携帯見ると、何も世界は変わっていないし、何も心配することはなかったと。そういう経験があるので、何ですかね。そんなに常にニュースをチェックしていなくてもいいかなっていう、それが気づきになったんですね。うん。で、そこから、あんまり意味のないニュースは見ない。なんていうんですかね。難しいけど、ようにしてます。そうですね。結構ニュースって、人の恐怖を煽るようなニュースの方がやっぱり売れるから、そういうニュースも多いじゃないですか、メディアでは。だから、自分では気づいてないけど、朝からニュース見て、結構精神的に影響を受けてるんですよね。私もテレビを見ないようになってから、結構楽だなって気づいたんですけど。そっかそっか。あとは、ちょっと全然違う感じなんですけど、買い物とかをするときに、二つでいくらとか、そういうのをやめました。わかります？わかります。買いたくなるんですよ。そう。買いたくなるよね。二つでいくらとか、あと福袋とか、そういうセットみたいなのをやめましたね。昔はそういうセットが結構好きなタイプだったんですか？好きでした。なんか何が入ってるんだろうとかワクワクするし、あとやっぱりさっきも言ったように、二つでいくらとかだと、安いじゃんと思って、お得じゃんと思って、よく買ってたんですけど、でも計算してみたらそんなに安くないし、二つも使わないし、とか、食べないし、みたいなこともあって、冷静になって大人になりました。大人になりましたね。わかります。二つでいくらっていうの、あれずるいですよね。ずるい。一つで150円で、二つで200円二つでしょうってなるじゃないですか。そう。で、それがなんか、すぐに使う野菜とかだったらお得だと思うけど、なんか物とかだと、二つもいらないってね、後から気づいて、結局捨てるみたいなことになるので、わかるわ。そう。あとはね、これはみんなやってるけど、私やってないことなんですけど、髪のカラー、ヘアカラーは、これ20前半でやめましたね。それはどうして？なんかめんどくさくて。うんシンプル。そう。その時東京に住んでたんですけど、うん。東京の美容院、いい美容院で、なんですかね、その時結構お金も使ってたので、いい美容院でカラーとパーマとカットをすると3万円ぐらいするんですよ。だからもういいやと思って、あの、はい、カラーやめました。ねえ。
カラーしない方が髪の質はいいと思います。手触りとかですか？そう。だってツヤがある、さゆりさんの髪。私、今髪の毛切った理由は、さっきさゆりさんにも言ったんですけど、髪の毛バシバシで、めっちゃ傷んでたんですよ。そう。カラーしすぎて。そう。だから、黒髪めっちゃ似合ってるし。ありがとうございます。黒髪の方がいいと思う。本当なんかいいなとか思ってハイライトとか調べたんですけど、やっぱり手入れが、メンテナンスがめんどくさいなと思って、結局やらずにいるんですけど。なんか、そう、これに関連したことで、なんですかね、たくさん洗うことをやめました。例えば、朝、顔を洗うとき、私は洗顔料をつけません。水で洗います。それは何か理由があるんですか？めんどくさいからと、あと、なんか、石鹸を使った方が乾燥する気がして、それで、もう水だけで洗う。はい、ですね。あと、洗う関係なんですけど、私、ボディ、なんですか、タオル使わないんですよ。洗う時の。体を洗うときに、なんか日本人の人ってすごい、めっちゃゴシゴシタオル使いません？擦りますよね、結構。背中とかも。擦りますよね。しないですね。やめました。あれしない方がいいって聞いたことがあるんですけど、古い皮全部自然に落ちていくのが一番いいって聞いて、私もやってないです。一緒ですね。うん。あと、毎日シャンプーで髪を洗うのも、なんですかね、夏はしょうがない時はありますけど、冬とかはお湯だけの日とかもあります。私も。一緒一緒。そうそうそう。なんか、日本人の人って毎日洗いますよね、シャンプーで。ほとんどの人が。洗うと思う。そういう、私も子供の頃はそうだったんですけど、大人になって、必要ないなと思って。それは何か情報を聞いてやめた方がいいと思ったのか、それとも、めんどくさいからいつも通りのめんどくさい。めんどくさいからこれは、海外に住んだ経験からですね。で、周りの友達も毎日洗わないって言ってたし、実際やってみると、結構いけるじゃんと思ったし、時間も節約できるし、いいなと思って。はい。私も冬は2日に1回ぐらいしかシャンプー使わないです。一緒一緒。お湯で頭洗って、でトリートメントして、それだけそれは、私も海外で美容室に行って初めて知ったんですけど、毎日洗わない方がいいよって言われて。そう。髪には良くないから、夏はしょうがないけど、冬は2日に1回ぐらいの方がいいよって言われて、乾燥してしまうから。そっからラッキーと思って。ラッキーですよね。ラッキー。乾かすのもめんどくさいし。めんどくさいですよね。わかる。ねえ。そう。で、最後に、洗濯するときの柔軟剤とかもやめました。柔軟剤結構流行ってますよね。薬局とか行くとすごいいろんな種類がありますよね。そうですね。海外のもの使う人も多いですよね。ダウニーとかかな。そうそうそう。これも別にいい匂いは好きなんですけど、めんどくさいしお金かかるからやめました。めんどくさい。全部めんどくさいが理由ですよね。お金かかるし、そんなになんか、個人的にふわふわになった気がしなかったので、今まで。それはわタオかります。ルとかは、なんかタオルとか逆に吸収が悪くなったなと思ったので、やめました。うーん。
そっかそっか。そうそう。あんまり変わらないですか？あんまり、はい、変わらないと思います。そっかそっか。節約になっていいですよね、でも。そうですね。うーはい。ん。それがやめたことですね。うたくさんあーん。りますけどね。コンビニとか、あと、コンビニやめてよかったですね。あと、ヒールとか、ツイッえ、ターとか。コンビニはコンビニで食べうん。物を買うことですか？はい。やめたんだ。はい。やめたというか、私結構節約が好きなんですね。うん。だから、コンビニってスーパーより高いじゃないですか。うん。ね。で、別にコンビニで欲しいものってそんなになくて、うん。旅行中とかに、お店がなくて、コンビニに入っておにぎりを買うとかはあるんですけど、日常生活でコンビニは行かないですね。そっかそっか。うん。そうなんだ。それはスーパーに行くのはめんどくさいとは別に思わない？うん、そうですね。へえ、節うん。約が好きだから。自分が好きだからなのかな。うん。そうかもしれない。だから、コンビニに行くとすごい嬉しいです。なんか嬉しい。こん嬉しいっていうか、何にしようみたいにうん迷っちゃう。うんうん。かわいい。たくさん、そうそうそう、新しいものとかあるし。ね。どんどん新しいスイーツとか出てきますよね。うんううんうん、そうですん。よね。そう、コンビニ行きまへえ、すかミクさん？コンビニ行く。何買うんですか？スイーツ。うスイーん。ツそ団子とか？う。団子も買うし、もう、新しいスイーツ出てきたら、買っうんたり、うんうん、うん。するかな。あと、スーパーがちょっと遠いので、めんどくさいから、コンビニで買うんおうって思っちうんうん。ゃう時もあります。そっかそっか。スーパーとコンビニでね、どっちが近いかによりますよね。そう。うこのエピん。ソードずっとめんどくさいから、めんどくさいからって言ってますよね、そう二人で。そうそうそう。そうですね。そう。私はスーパーのが近いから、コンビニに行く方が逆にめんどくさい。あ、そっうんか。うんうんうんううん。ん。そそれだったらスう。うん。ーパーの方がいいですね。安いし、うんうん。そう全部そう。まとめて買えるしね。うん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 。なるほど、そうなですね。るほど。うん。うん。そんな感じですね。うん。なんかうん。そう。今回はそうですね。やめてよかった、手放してよかったものやことについて、はい。楽しくおしゃべりしました。はい。みんなの感想も聞きたいな。みんなはどんな習慣をやめてるのかとか、どんなものを捨てたのかとか、ちょっと教えてほしいな。うんね、そう気になる。ですね。う気ん。になります。はい。じゃあ、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はーい。じゃあままたでた話しましは。ょう。はーい。またはい。ねー。バイバーイ。